こんにちは、OK ジャパニーズです。今日は住む場所についてお話ししますね。今僕は、愛知県に来ています。愛知県の長久手という場所ですね。ここには有名なものがあります。ジブリパークです。そう、ジブリパーク。ね、スタジオジブリのテーマの公園です。来たことがある人もいるかもしれません。ここにはですね、例えばトトロのものだったり、千と千尋の神隠しのものだったり、いろんなものがあります。ここはその入り口ですね。ここの公園は誰でも入ることができます。ジブリパークはお金がいります。なので僕は今ここにいますね。はい、僕は今東京に住んでいます。都会です。日本で一番大きい町、東京に住んでいます。もう10年以上住んでいます。僕は名古屋で生まれました。この愛知県の名古屋近くに生まれました。なので僕の地元です。ここは僕の地元なんですね。はい、今日は、実家に帰っていました。実家に帰省する、ね、帰ること、実家に帰ることを帰省すると言いますね。家族に会いに帰省すると言いますね。はい、こうやってね、緑がたくさんあるんです。ここにはね。そして道も広い。だからすごくゆっくりできますね。ゆっくりできる場所ですね。いいですね。こうやって生まれた場所に近い環境ですね。生まれたところの雰囲気、それは大人になってもやはり好きですね。生まれた時の環境、それに似た環境、そういうところに住みたいと思いますね。東京はだいぶ違います。すごく違います。なので今日は東京の都会のいいところ、そしてベッドタウン、田舎というほどの田舎ではないかもしれないので、郊外と言いますね。郊外、ベッドタウンが一番合ってると思いますね。お店もあって、ショッピングモールもある、病院もある、住むのには困らない。でも車があると便利。そんな場所ですね。それをベッドタウンと今回は呼びましょう。ベッドタウンと都会の違い。都会、東京のいいところ1、何でもある。何でもある。ねえ、自分の家から歩けば食べ物屋さんもいっぱい。ドラッグストア、スーパーマーケット、いつでも行けます。コンビニも歩いて行けます。もし病気になってもすぐに病院に行けます。そして友達もいますね。友達もいろんな種類の人がいるので、いろんな人と会えます。だから自分の趣味とか好きなものが一緒の人を探すことが簡単です。ベッドタウンに比べると簡単です。僕は昔、バンドをしていました。高校生の時に。その時に僕の好きな音楽がありました。今甥いが呼んでいます。今日は実はですね、甥いと姉と一緒に来ているんですね。それで今遠くから甥いが呼んでくれましたもうすぐ来ますね。何を話していたか忘れてしまいました。そうバンドをしていて、バンドを好きなバンドがいます。で募集をしますね。バンドを作りたいので一緒にやりませんか。そういう紙を貼るんですね。
音楽スタジオに紙を貼ります。僕はギター、ボーカルをやります。ベース、ドラムを探していますね。でそこに書くんです。僕の好きなバンドはザ・ビートルズ、ザ・ストロークス、ハッピーエンドです。そういうふうに書くんです。でもなかなかメンバーが見つかりませんでした。ベースは見つかったんですけどね、友達の仲のいい友達。でもドラムもなかなか見つからない。でも見つかった。でもギターが見つからない。そう。なぜなら同じ音楽を好きな人が少ないかったんですね。ベッドタウンだったから。だけど東京、都会に行きました。そしたら僕の書いているビートルズはたくさんの人が知っていて、たくさんの人が好き。もう当たり前、そういう風になっていたんですね。ビートルズはもちろん好きだよ。それでストロークスが好きだよ。ね。そういう風になっていて、すごく嬉しかったんですね、僕は。あ、こんなにみんなたくさん聞いていて、それが当たり前の場所があるんだ。嬉しいなってね。まあ、同じね、仲間を見つけることができるって嬉しいですよね。そこは良い。うん。そして、東京の良くないところ。人が多い。当たり前ですね。はい。人が多い。都会はね、人が多い。例えば、ご飯を食べに行くときも、列ができている。行列ができている。ねえ。そして、土地も狭いから、部屋も狭いですね。僕の部屋も狭いです。でも高いです。うん。おいが喋っています。はい。下から呼んでた？何それ？おにぎり買った？酒おにぎりだって言って酒おにぎりを食べるそうです。はい。でもベッドタウン、はお店も大きい。で席もたくさんある。座れますね。そして隣の席も近くない。ゆったり座れる。素晴らしいですね。そこがいいところですね。はい。そして、田舎のベッドタウンのいいところ。例えば、僕 OK はですね、こうやって外で撮影をすることもあります。そういう時にベッドタウンだと少し遠くに行けば人が少ない場所がある。人がいないところがある。そうすると、人の邪魔をせずに撮影もできますね。それがすごくいいなと思います。最近はちょっとそういう場所に引っ越したいなと思っています。ベッドタウンのいいところは安い。家賃が安い。家賃が安いのがいいですね。東京はね、一人暮らし、まあ4万円、安くて4万円、そして8万円ぐらいね、4万円から8万円ぐらいで一人用の部屋を探すことができますね。だいたい7万円は欲しいかな。で僕のいるベッドタウン、ね、近くは少し安い6万円ぐらいになるかなと思います。大きいね、1万円の差でもっと広くなりますしね。だから仕事があればいいですね。ベッドタウンの方に住むのは素晴らしい。僕も今は東京で働いています。なので東京にいないといけない。だけどリモートワークができるようになればいろんなところに住むことができる。それを目指して頑張っているところです。あなたはどうですか？どんな場所に住みたいとかありますか？どんな場所に住みたいですか？あと都会のいいところ、もう一つはいろんな種類の人がいる。それはいいですね。自分が珍しい種類の人でもね、例えば自分が正社員じゃないフリーランスで働いている、そういう人もたくさんいますから、
目立ちませんね。周りの人も不思議に思わない、フリーランスなんです。ああ、そうなんだ、フリーなんですね、僕もですね。そういうふうに会話が済みます。でも、場所によりますが、ベッドタウン、僕のいるところは正社員の人がいっぱいいます。だから正社員じゃない仕事だとみんな何をしてるんですか、フリーランスって何でしたっけ、どんな仕事をしてるんですかね。だからっていう質問も受けることがありますね。みんな興味があるし、あまりに周りにいないからね、疑問に思う、そういうことはありますよね。だから仲間を見つけやすいという意味では都会の方が仲間が多いですね。はい。日本は、東京にたくさん人がいますから、東京か東京の近くね、一箇所に集まります。これは多分世界のいろんな国で同じですよね。国の中で一つの町にみんなが集まる、仕事もあるし便利だしね。なので地方と言います。東京以外の町は人が減っていますね。日本は人口も減っています。なので、人が減って、大変です。若い人がいない、そういうふうに、問題になっていますね。だから地方に行くと、地方を元気にしよう、地方を活性化しよう、そういうことをみんな頑張っています。でもなかなか難しいね。やっぱり人は自然にそっちに東京に流れていくから、そういう話をよく聞きますね。もしかしたら皆さんもそういう仕事をしている人がいるかもしれませんね。地方の活性化、地方を元気にするという仕事をしている人がいるかもしれません。これは今回ね、これからどうなっていくのかということはとてもね大事なことですね。日本も人口が減って人が減って50年後にはどれぐらいになるんですかね。半分ぐらいになるんでしょうか。半分ぐらいになるかもしれません。それがいいことなのか悪いことなのかというのもなかなか分かりませんね。雨が降ってきました。そして老いが走り回っています。もっと遊びたいんでしょうね。ちょっと今から老いと遊んできますね。はい。じゃあ今日のポッドキャストは、住むこと、ね、田舎と都会についてでした、ね。もしトランスクリプト興味がある方、振り仮名付きのものがありますので、ペイトリオン、ね、見てみてください。それじゃあまたお元気で。